それでは続きをやっていきましょう。前回はハイエルフが南に接近してきたところまでやったな。17ターン目開始。これどういうこと？スラトランの拠点をロアマスターが占拠したってことでしょうか？つまりこういうことです。はぁ？ここってうちが苦労して奪い取ったズラトランやん。ロア野郎の土地になってる。ロアちゃんじゃなかったんですか？人の土地を奪い取る奴にちゃんはつけんやろ。それはそう。こういう状況ですがどうします？処します？もちろん処す。でもさすがに2勢力との戦争はきついんよな。ズラトランとは和平交渉できるみたいなので和平交渉します。しょうがないな。今のところは和平交渉したるわ。ロア野郎滅亡させたら次はお前らなんやで。ラストディフェンダー戦線は敵の迎撃態勢を作りましょうか。いつもの迎撃態勢。今度も引っかかってくれるかな。ロア野郎のヒーローを暗殺するんやで。戦う前から敵を減らすのは重要だからね。よかったですね。暗殺成功です。と言っても不詳ですがいなくなったのでよしとしましょう。ゴブリンやったな。ここの分税はもう必要ないので解散します。ズラトランとは戦争状態じゃなくなったからな。ぶっちゃけ維持費で我が再生はカツカツですからね。バイバイオーク。まあロードは死なないんで何ターンかすれば雇用可能になりますけどね。ロアマスターの軍はこのような編成。強いん？まあ微妙っちゃ微妙。と言ってもハイエルフは同社歩兵強いので注意するに越したことはないですけどね。騎兵が重要ってことか。17ターン目エンド。守備隊と合流されてしまいましたね。しまった。このターンで攻めとけばよかった。まあ後の祭りですけどね。次のターンで戦争開始しましょうか。18ターン目開始。ラストディフェンダーは襲ってきませんでしたね。この距離ならこちらから襲えるやろ。それでは襲撃しましょうか。あ、逃げた。もちろん逃がすわけないんだよな。決定的な勝利やん。もちろん自動戦闘で。ラストディフェンダーはまた新しい軍勢がいますね。あいつらどんだけ軍勢持ってるねん。これベリーハードですからね。このくらいの物量は普通です。ベリーハード怖いな。ロア野郎との戦争開始。うちらの領地を奪ったことは万死に値するんやで。自動戦闘だとサベージオークが4部隊失われるみたいですよ。それなら手動で戦わないとな。それでは開始していきましょう。今回敵ユニットの最大ティアは4。ある程度接敵するまでカットしました。今回我々は2方向から攻めます。主力は森から突撃ですよ。うまいこと森から突撃できたっぽいな。森は見つかりにくく敵の射撃をある程度防ぐ効果もある。近づくならうってつけの地形ですね。うお、一気に打ち砕くんやで。敵の射撃歩兵はハイエルフとしては大したことないですが我々にとっては脅威。最優先で排除していきたいところですね。敵の歩兵はソードマスターオブホエスくらいですかね。危険なのはまあ両手武器なので鉄鋼持ちで重装歩兵には強いですが、うちらほぼ裸で防具とは無縁やからな。まあそういうことですね。スピアマン程度なら我々のサベージオークの敵ではないです。ウルザク分勢の効果もあり、物理抵抗は脅威の 40% 超え。何それ強い。敵のティア4ユニットがウルザグを襲っているみたいですね。それ大丈夫か？フロストハートフェニックス。ある程度白兵戦も可能ですが、こちらにはヒーローとジャイアントも投入したので問題はないでしょう。あいつは周りの敵にデバフを与える効果なので、ロード狙わせるよりかは敵がいっぱいいるところで戦闘した方がいいんですけどね。所詮 AI ってわけか。ゴブリン友も戦線へ到着したみたいですね。スピアマン VS ゴブリン。勝てそうか？ 1 対1なら無理ですが、数がいるので問題ないでしょう。そして我々の騎兵が敵の無防備な射撃歩兵に突撃。めちゃめちゃ固まってる。あいつらは逃げるので精一杯のため攻撃まではできないでしょうね。敵はもう大混乱状態や。さらに追い打ちの魔法。ゴブリン戦線はほぼほぼ逃げ出してる。あそこら辺はロードが周りにいないですからね。投挙度が低かったのでしょう。余裕のある奴らは旧兵戦線に投入して、さらに敵に絶望を与えてやりましょう。機体はほぼほぼハイエルフ。圧倒的な我が軍。僅差での勝利で我々の勝利ですね。やばいかと思ったけど思ったより苦戦しなかったな。やっぱり数は正義ですよね。ではスラトランを返してもらうで。守備隊ごと前回の戦闘で粉砕したので決定的な勝利ですね。自動戦闘で18ターン目エンド。どうやらまだ敵は軍勢を持っていたみたいですね。2軍まとめてこなかったのが運の尽きやったな。
ラストディフェンダーも戦力を補充している模様。そろそろこいつらとも決着つけたいけど、こいつらは止めるので精一杯ですので、ここは我慢ですね。南をなんとかするしかないか。ズラトラン、迫真の領域審判。19ターン目開始。ラストディフェンダー戦線にイメユニットを3部隊追加。騎兵系ばっかり。騎兵系は結構使えますからね。と言ってもゴブリンばっかりですけど。ある程度回復したので進行開始。と言っても今いる軍勢なんとかしないと攻めることもできんけどな。今は挑発程度しかできませんね。ロアマスター戦線は待ち伏せ状態にしておきましょう。来てほしいな。19ターン目エンド。こいつはディーンチ勢力ですね。っていうかいつの間に、さっきのハイエルフの拠点乗っ取りみたいな感じで出てきたんでしょうか。新たな脅威にならんとええけど。よかったですね。ロアマスターは待ち伏せに引っかかったみたいです。こいつら投射ユニットが多いみたいやからな。待ち伏せはかなり効くやろ。それでは始めていきましょう。今回は投射ユニットを囲むように敵の後ろ側に兵を配置しております。敵が戦線を構築する前に一気に叩きますよ。了解。ってなんか知らんやつおるやん。あれはローザンスカイカッターですね。ボルトスローアーが空を飛んでるようなユニットですので、巨襲ユニットなどを空から一方的にいたぶれます。と言っても敵の投射歩兵には弱いので特に問題にはならないですけどね。敵空兵捕まえた。そいつらはロザーンシーナードなので核兵戦も可能です。まあ可能なだけで強くはないですけどね。敵のボルトスローアー逃げてる。逃げ場などない。ゆっくり死んでいってね。完全にエルフの村を襲ってるオークなんよな。襲われるのは勘弁してほしいですが、襲うのはとても気持ちいい。あかん。葵ちゃんがオークみたいな思考に。ちなみに、さっき発動した足みたいなのが沸騰軍オルクですね。確かに、範囲も威力もめちゃくちゃすごい。範囲広すぎて味方に当てないかだけ心配ですけどね。威力に関しては、あの通り、一撃で敵を敗走状態にします。後ろ側の敵兵はすでにボロボロ。ロザーンスカイカッターも慎重に削れてますね。敵は無様に敗走し、我々の勝利です。待ち伏せ戦は敵をどれだけあの世へ送れるかが重要やからな。追撃頑張ってくださいね。我々の決定的な勝利で終了。やったぜ。戻っていったな。これなら次のターン一気に攻めてロアマスターの拠点を奪いそうですね。あいつらさすがに猛録な戦力おらんやろ。奥に行ったので次のターンであいつら始末するのは無理っぽいですね。残念。ラストディフェンダー戦線では新たな資格が。そろそろ丸々太った黄金の塔を美味しくいただきたいけど。戦力的に難しそう。ズラトランは唯一の拠点に戻っていきますね。あいつらティーンチと戦争してるんか？どうやらそのようですね。スケーブントモが軍事通行の打診。お前ら死にかけやん。滅びゆく勢力と結ぶ条約などない。それでは今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てくれると嬉しいで。